おはようございます。メリカミ太一です。今日はアッシェパルマンチェを紹介します。ただ普通のアッシェパルマンチェではなく、100年前ちょうどエスコフィエがギード・キュリネールを書いた時に提供されていたアッシェパルマンチェを紹介したいと思います。入っている材料は全く一緒ですけども、少し違った感じです。家でも作れると思いますので、ぜひ挑戦してみてください。それでは始めましょう。今回料理名にパルマンチェという名前が入っています。フランス料理の特徴で、もし料理名にパルマンチェという名前が入っていれば必ずじゃがいもが使われています。それでは主役のじゃがいもを洗っていきます。今回使っているじゃがいもの品種はアグリアという品種です。このじゃがいもですけどもピューレにも適してますし、グラタン、フリット、いろんな料理に使えるじゃがいもの品種の一つになります。できるだけ大きさを揃えて、あとはよく洗ってください。このまま最後器にして中に詰め物をして出しますので、土が残らないようにきれいに洗ってください。もちろんたわしなどを使って洗ってもらっても構いません。続いてオーブンで火を入れていきます。まずアルミホイルを適当な大きさに切ってふわっとした感じに丸めてじゃがいもをその上に置きます。こうすることによって下にもスペース、鉄板とじゃがいもの間にスペースができて熱の伝導が良くなってひっくり返す必要がありません。もちろんこの時になるべく同じサイズのじゃがいもを選んでください。そうすることによって火の入りが一緒になります。オーブンは180度に温めておいて、今回の大きさだと45分ぐらい火が入るのに時間がかかりました。火が入ったかどうか確かめるのにはペティナイフ、小さいナイフでこのように刺してスッと抜ければ火の入った証拠です。火が入っていればオーブンから出して粗熱を取ります。このように包丁がスッと刺さってスッと抜ければ OK です。粗熱が取れたので上の部分を切り落とします。最初にも言いましたけども、あとこれをくり抜いて中にもう一回詰めるので、上の部分だけ切り落としてください。周りがカリカリで中が柔らかいので九頭紙パン切り包丁で切っています。その方が潰れなくて切りやすいと思います。全部切り終わったら、じゃがいもの実の部分ですね、火の入った部分をスプーンなどを使ってくり抜いていきます。下の部分、詰め物をする部分ですけども、だいたい5ミリぐらいの厚さじゃがいもを残してこのようにスプーンを使ってくり抜きます。このような感じに内側に少しじゃがいもを残してくり抜きます。同様に他のじゃがいももくり抜いていきます。このくり抜く作業をするときは温かい状態、粗熱が取れた状態で作業した方がやりやすいです。じゃがいもを全部くり抜き終わったら常温に置いておきます。その間に詰め物、ファルスに必要なソースリオネーズを作っていきます。またこのソースリオネーズの詳しい分量は、ソースリオネーズだけの動画を上げますので、そちらを参考にしてください。溶けたバターの中にしずれしたオニオンを入れて軽く塩を一つまみして酒へ、色をつけずに火を入れていきます。この時塩を入れてバターとよくなじませて、ゆっくり玉ねぎの持っている水分を出しながら色をつけずに火を入れていきます。ここで火が入ったら白ワイン、酸味のあるものがいいですね。今回シャルドネ、ブルゴーニュのシャルドネの白ワインを使っています。その後赤ワインビネガーを入れて、まずアルコール分をきっちり飛ばしていきます。このように半分ぐらいまでレデュイ煮詰まったところで、フォンドボーですね、子牛のだし汁、このフォンドボーも動画がありますのでそちらを参考にしてください。を入れて一沸かしさせて味を見てソースリオネーズの完成です。今回ソースリオネーズと言ってますけども、ソースとしては使わずにファルス、詰め物の中に一緒に入れます。なのであえて濃度はつけずに
このまま塩コショウで汗染めをして今回のソースリオネーズは完成です。もちろんこれをソースとして肉に使ってもいいと思います。その時はルーで濃度をつけてパッセこしてから最後バターでモンテして使ってください。それではファルス詰め物の肉を切っていきたいと思います。今回は牛フィレ肉の端の部分を使っています。これをまず包丁で薄くスライスしていきます。ミンチにかけてもいいのですけども、ミンチよりも包丁で切った方が口に残って美味しいので今回は包丁で切りました。このように分厚めにスライスしてその後重ねてまた同じ厚さで切っていきます。その後全部切り終わったらその後方向を変えて大きめのブリノワーズですねになるような感じに切っていきます。やはりこの時もよく切れる包丁を使わないと非常に仕事がしにくいですし繊維を潰してしまいます。なのでよく切れる包丁を使ってください。今回このアッシェパルマンチェですけどもわざわざ牛肉を用意しました。生の牛肉を用意しましたけどもわざわざ、肉を用意しなくても例えば前日に残ったローストビーフローストチキンあと鴨の残りあと例えばポトフの残りの肉をほぐして中に入れても構いません。もちろん子羊などを使っても多少癖ありますけどもスパイスを効かして、作ればより美味しいと思います。なのでいろんなバラエティに富んだアッシェパルマンチェができますのでどんなお肉でも挑戦してみてください。それでは最後、ファルス詰め物の仕上げをしていきます。温めたフライパンにオリーブオイルをひいて先ほど常温で置いておいたじゃがいもの中身をソテーしていきます。この時あまり大きすぎたら、軽く潰してもらったらいいですけどもこのように大きさが大小バラバラの状態できれいに色がつくようにソテーします。この時じゃがいもと肉の分量は同割りで構いません。もちろん肉が多い方がいいというんであれば肉を入れてもらっても構わないと思います。このようにだいぶきれいに色がついてきたところに先ほど切った牛肉を同じフライパンに入れます。この時肉を入れてからすぐに、塩コショウはせずにフライパンも動かさずによくまず焼いていきます。そうしないと一気に温度が下がって汁が出てきてしまいます。ある程度色がついたらこのように混ぜていきます。この時じゃがいもと肉のうまみがよく絡むように炒めていきます。肉がよく焼けて色がついてきたらそこに塩コショウで汗染めします。塩コショウで汗染めした後に先ほど作っておいたソースリオネーズ、今回オニオンもそのまま中に入れたいのでパッセこさずにオニオンと一緒にソースリオネーズを入れてデグラスですねうまみを剥がして一緒に焼いていきます。もちろん味見をして味をチェックして美味しければこれで完成です。ここでいろいろエピスなどを入れても構いませんけども今回はシンプルに塩コショウだけで、ファルスを作りました。このように味見をして足りなければ塩コショウで味を足して完成です。それでは最後先ほどくり抜いたじゃがいもにファルスを詰めていきます。この時も熱々のままそのまま詰めていきます。あまり押し込まないようにふんわりと入れてください。均等に全部詰め終わったら最後上からソースリオネーズをかけてもう一度厚めのオーブン180度のオーブンに 5,6 分入れて完成です。これで100年以上前に食べられていたアッシェパルマンチェの完成です。また機会があれば普通のアッシェパルマンチェも作ろうと思います。
また動画を上げますので楽しみに待っていてください。それでは盛り付けていきます。熱々にしたお皿の上にじゃがいもを置いて、あと上から黒胡椒を振ります。横にサラダを添えても非常に相性がいいと思います。ぜひ家でも100年前のアッシェパルマンチェに挑戦してみてください。それではお疲れ様でした。ボナペティ。